はい、こんにちは。石川正義です。今回はですね、だんだんとね、ぶどうが美味しい季節になってきましたんで、シャインマスカットを使って、そのね、ジューシーな感じと合うように、スッキリとしたレアチーズと合わせて、サンドをね、作っていきたいと思います。では、材料から見ていきましょう。では、こちらがレアチーズの材料ですね。まず、クリームチーズですね。で、生クリーム。今回は 47%、45% か 47% くらいの高脂肪のものを使ってください。で、グラニュー糖ですね。で、あとは牛乳。この4つで作っていきます。今回ね、卵だったり、ゼラチンなんかね、使わないレアチーズにしてますんで、口どけがね、良かったり、すっきりとした味わいになっていきます。で、こちらがサンドしていくパートシュクレ生地の材料ですね。無塩バター、粉糖、で、塩、で、全卵、薄力粉、アーモンドプードルですね。今回バターは発酵バターではなくて無塩バターを使ってますけども、シャインマスカットのね、香りを十分に引き出すために、香りを抑えめにするために無塩バターにしてます。今回お塩はフランスのゲランド地方で採れたお塩を使っていきます。この塩はね、旨味が強いので、この生地の旨味を底上げする意味で使っていきます。では作っていきましょう。そしたらまずはパートシュクレ、クッキー生地を作っていきます。室温で柔らかくしたバターを硬いところがね、ないように少し練っていきます。冷蔵庫から出したての冷たい状態だったら 200W のレンジで30秒くらい加熱するといい感じにね、柔らかくなるかなと思います。で、そこに粉糖とお塩をふるって混ぜていきます。これは粉気がなくなるまで混ぜればいいです。そこに卵を3回に分けて加えていきます。1回ごとに少しプリッとした状態になるまで混ぜてから次の卵を加えていきます。卵を3回に分けて全て加えたら、そこに薄力粉とアーモンドプードルをふるっていきます。それを混ぜていって、粉がね、全て見えなくなる少し手前、混ざりきる少し手前まで混ぜたらラップに包んで一度冷やして生地を休ませていきます。ではマスカットの準備をしていこうかなと思うんですけども、まずは房から外していきます。で、房とくっついていた根元の部分をカットして平らにしておきます。では次はレアチーズのムースを作っていきます。クリームチーズは冷蔵庫から出したての冷たい状態のままで使っていきます。そこに砂糖を加えて冷たいクリームチーズを練っていって柔らかくしていきます。クリームチーズは固まった状態のところをなくして砂糖が馴染んで全体がクリーム状になればそれでいいです。
そこに冷たいままの生クリームをこれも3回に分けて混ぜていきます。でクリーム状になったとはいえですね、生クリームとチーズはね結構硬さの差が大きいので馴染みにくいんですよね。なのでヘラで少しずつつついているとだんだんとね馴染んでくると思います。で生クリームがほとんど見えなくなってきたら全体を混ぜて均一にしていく方がやりやすいかなと思います。では綺麗に混ざったら次の生クリームを加えて同じようにつついた後に全体をなじませるように混ぜていくっていうことを繰り返していきます。では生クリームを3回に分けて加えてこんな感じに滑らかになればいいです。ではそこに牛乳を加えていきます。これも生クリーム同様に滑らかになるまで混ぜていきます。では牛乳が混ざったらヘラの面の部分を使ってしばらく混ぜていきます。はじめはクリームがツヤのある状態なんですけども、それを混ぜているとツヤがだんだんとなくなってきてですね、状態もね硬く締まってきます。これは先ほどクリームに混ぜた生クリームがそのクリームの中で泡立てた時のように硬くなっていくことでチーズクリーム自体が硬くなっていくんですね。でこんな感じにトロンとしている状態はまだ混ぜが足りないのでもう少し混ぜていきます。だいたい2分から3分くらい混ぜればいい感じになってくると思います。これくらいに塊でボタッと落ちるくらいに硬くなればムースの完成ですね。では型にラップを貼ってそれを底にしていきます。ではその型に先ほどカットしたマスカットを並べていきます。セルクルに接するところにはマスカットをね半分に切ったり4分の1に切ったりして断面を貼り付けていきます。絞り袋に入れたチーズムースをセルクル沿いに隙間ができないように絞っていきます。真ん中の部分にもマスカットの下半分が埋まるくらいにムースを絞ったら丸のままのマスカットを並べていきます。マスカットをきれいに並べたら残りのムースを全部絞ってそれをねカードで平らにならしていきます。表面がきれいになればラップをしてこれをね翌日まで冷やし固めていきます。ではパートシュクレを伸ばしていきます。ラップのまま少しだけね台に押し付けて硬いものをほぐしたらラップを剥がして少し練っていきます。この時にですねラップが破れて生地に混ざってしまわないように注意しておきます。では全体に硬いところがなくなったら紙で挟んで伸ばしていきます。で厚みが結構あるうちは綿棒で上から押した方が生地が伸びてくれるのである程度の厚みになるくらいまでは押して伸ばしていきます。だいたい1センチ以下くらいの数ミリ程度の厚さになってきたら綿棒でコロコロしていきます。で途中で紙がシワシワになってしまったら一度生地から剥がしてもう一度貼り付ければきれいに戻ってくれます。では必要な大きさが取れるように特に角の部分にめがけてコロコロしていくと効率よくパーツが取れてきます。
今回は16センチ ×30 センチの大きさが取れればいい感じに作っています。では必要な大きさに広がったら横にね厚みのガイドを置いて厚みを揃えていきます。今回は 3mm に伸ばしていきます。最大に厚くても厚みは 3mm が限界かなと思いますね。でそれ以上厚いと存在感がありすぎになると思います。美味しさのベストでいうと 1.5mm から 2mm くらいがベストかなと思いますね。では大きさと厚みが揃ったら一度冷蔵庫で硬くなるまで冷やし固めていきます。では冷えて固まったので必要な大きさにカットしていきます。今回はセルクルが15センチ ×15 センチなので後でムースを3センチ ×7.5 センチにカットしていきます。なのでシュクレは3センチ ×8 センチにカットしていきます。これはね皆さんのお持ちの型に合わせてカットしていただければ全然大丈夫です。それがカットできたらそれをねもう一度冷蔵庫で冷やし固めてから鉄板に並べていきます。鉄板に等間隔に並べたら170度に予熱したオーブンでだいたい22分から25分くらい全体がね綺麗なきつね色になるまで焼いていきます。この生地の下にはメッシュ状のシリコンマットを敷いているんですけどもこの上で焼くと下に空気が抜けてくれるのでフォークでね空気穴を開けたりしなくていいので楽ですし綺麗に焼けてくれます。はい、こんな感じですね。綺麗に焼けましたね。ではパーツを組み立てていこうかなと思います。ムースの底に貼ったラップを取ったらセルクルから外していきます。もしセルクルから外れない場合は熱いタオルやバーナーで軽くセルクルを温めて外してください。でムースは3センチ ×7.5 センチにカットしてでパートシュクレにサンドすれば完成ですね。はい、ではいただきます。いやシャインマスカットの香りがいいですね。爽やかですね。このシャインマスカットの爽やかでねジューシーな感じとあとクリームチーズとパートシュクレの爽やかなコクミっていうんですかね、これがねいいバランスなんですよね。レアチーズには今回卵を入れてないんでそのね卵のコクミとやっぱり乳製品のコクミってねやっぱり違うんですよね。で卵が入っちゃうとやっぱりこう
少し重たくなりすぎるんで、これぐらいのねコクみがねいいですね。で全部をね飲み込んだ後に爽やかさが口の中に残るんですけども、それがねだんだんフェードアウトしてきて、最後にパートシュクレに入れた塩がピーンとね薄く張ってくるんですよね。これがねめっちゃ美味しい。はい、ごちそうさまでした。今日はですねシャインマスカットとレアチーズムースを茎生地パートシュクレでサンドしていきましたけども、このねレアチーズムースがもう口どけ重視に作ってて、ゼラチンを入れてないんですよね。なので少しね仕上げ作業、カットとかこう組み立てる時に手間取ってしまうとちょっとね柔らかくなってくるので、もしね手間取ったりするかなみたいなちょっと自信がない方は、レアチーズケーキにだいたい 0.5% ぐらいからいっても 1% ぐらいのゼラチンを入れていただいて、で作ったらいいかなと思いますので、ぜひ作ってください。ではまた次の動画でお会いしましょう。石川正義でした。バイバーイ。